こんにちは、ゆうきです。本日はですね、ついに待ちに待った通訳コースが始まります。ってことでね、あと5分で始まるのよ。もうちょっとね、早めに始めて、ちょっと動画も撮ってね、ちょっと今日はこんな気持ちですとかっていうのを話せたらよかったんだけど、てかこの最後の最後になったよね。てかよく私がやるタイムスケジュールがね、ちゃんとなってないってやつね。ってな感じで、あと4分で始まります。めっちゃウキウキしてる、やばい。今日ね、8時半に仕事終わって、で、家帰ってきて、ちょっとご飯食べて、まあ家事して、で今になるんですけれども、もうねワクワクが止まらない。なんか久しぶりの勉強っていうのもあるし、なんだろう、なんか勉強、なんか自分のために勉強っていうのがすっごいワクワクしてます。あんちゃんは今日学校に行ってて、で学校終わった後に児童クラブみたいなね、アフターケアスクールに行ってて、アフタースクールケアに行ってて、で次女のありちゃんはデイケアに行ってますってな感じでね、あと2分で始まるから、ちょっとそのね、今日の私のウキウキな感じと、どんな感じでコースが始まるのかっていうのを撮っていけたらなって思います。でこのね、私ね、ちょっとヘッドフォンも買わなきゃなって思って、最終的に私がもういいやと思って、このめっちゃ安いイヤフォンを K マートから買ってきたんですけれども、けど同時期にサンティがいいイヤフォン、ヘッドフォンを買っててくれたので、これは返金して、なので今日はこの Bluetooth のね、いつも聞いてるイヤフォンで、ちょっとマイクないけどまあいけるよね、オリエンテーションだし。てか私早くログインしろって話なのよ。待って、今日はズームミーティングでしょ。ズームミーティングだからこれでしょ。1時から始まります。いけるかな。オープンズームミーティング、いけた。ね、ビデオってオンにした方がいいのかな。そしたらみんなが見えるってことかな。あと1分で始まります。テストスピーカーとマイクね。OKOK。スピーカーもマイクもちゃんと動いてます。Please remain in the waiting room until the meeting organizer lets you in. We appreciate your patience. もうね、結構ウキウキ。待って、こんなにめっちゃ話してるじゃん。多分さ、うるさいだろうからマイク切っとこう。てかさ、めっちゃウキウキなんだけど、なんかかっこよくない？勉強ってもうさ、勉強したのいつだろう、最後。私が最後に勉強したのはパティシエとホスピタリティマネジメントだから、だいたい20歳とかかな。20歳、21、22、今35の年だから、まあ約10年前とかそれぐらいですよね。まあね、どうなるかな。なんでこんなさ、自分がもう今の状態で忙しいのに、なんでこんなのに足踏み入れちゃったんだろうって感じになるかな。どうかな、わかんないね。まあでもね、やってみたらね、結局ね、ああよかったっていう、まあ自分の性格だから、いやめっちゃドキドキする。どうする？てか1時1分だけど、host has joined. We've let them know you are here. ホストの方がね、もうジョインしてますってでもね、あるあるだよね。日本だったら多分時間きっかりに始まってるはずなのにね。でね、これ2時間なのよ、オリエンテーション今日。だからこのクリスマスカップにね、アールグレイ、私が大好きなこのフレンチアールグレイとミルク入れてミルクティー作って、でちょっとねラムレーズン
ラムレーズンのチョコ食べながらやるかって話なんだけど、ラムレーズンのチョコを食べながらやろうと思います。来た来た来た。The meeting is being recorded and AI companion. カメラつけよう。ハロー。はーい。もうさ、やばいね。私起きたの2時半でしょ、今日も。もうね、2時間、たった2時間のコースなのに眠たい。でもね、めっちゃ失礼だと思ってさ、Zoom のオリエンテーション、イントロダクションだったから、ちょっとね、カメラを止めて、やばい眠たいってなったら、ちょっとカメラ止めてコーヒーを取りに行ってね、コーヒー取りに行ってちょっとお菓子持ってきてつまんでって、なんかカメラついてる時にさ、こんなしてたらさ失礼じゃない。しかもね、そうもうなんか失礼じゃない。カメラ止めて、そうちょっとお菓子つまんだりね、コーヒー飲んだりして、でめっちゃ寒いの今日は冬に始まって2日目です。で6月1日が冬始まりの1日目だったんですよ、オフィシャルにね。だから今日は6月2日でめっちゃ寒いのよ。だからちょっとね、このジャケットも羽織って、カイロもね、ここ10年で何回かしか開けたことないけど、カイロも開けて、あと湯たんぽ、このふわふわの湯たんぽでさ温まってさ、こうやって聞いてたの。そしたらもう眠たい。ダメ、これ私の責任。これはね、帰ってきて寝るべきだった。もう15分でもいいから帰って寝てから挑むべきだったね。なのに帰ってきて家事しなきゃとか、洗濯物も山積みになってるとか、このお皿洗いもやってるとか、いろんなことをねもうやってたらね、もういいやと思っちゃってさ。で次からのこれは学びです。次から家帰ってきたら寝ましょうってことよ。一回寝て挑みましょうってことですよ。でね、これは2時間のコースだったんですよね。寒いから食って2時間のコースだったんですよね。でそれで最後の2時間終わる前にね、もう私こんなになってて大丈夫、頑張れ、あと10分とか思ってた時に、私のね人生を変えてくれたメンターの人から連絡が来たの。で私中学はソフトテニス部に入ってて、で高校の時には弓道をやってたんですよ。で弓道の時に出会ったその S さんもう名前言っていいか分かんないから S さんで高校の時に出会った S さんがめっちゃいいコーチ、メンターで、私が頑張ろうって思ってることとかを全肯定して全力で応援してくれる人だったんですよ。で私の人生の中で2人3人くらい私の人生の方向をポジティブな方向に変えてくれた人がいて、その3人ぐらいの中の1人だから、その人から LINE をいただいて、そうでその S さんから通訳言うならできる、やればできるは魔法の言葉さって来て、もう私それ見た瞬間になんかすごい懐かしい感じになって、その高校の時にね大会があって、弓道の大会に向けてみんなで団体戦とかを頑張ってた時、そんな時に私は留学に行きたいって言って、でもどうしましょうって言ったら
監督はね、いやこんな大事な時に、確かだけどね、こんな大事な時に留学なんて行かないで、みんなの大会を終えてからでもいいんじゃないかみたいなことを言われたんですよね。でもこのコーチはいつも私を肯定してくれて、いいじゃん、今しかできないことだと思うから行っといでって言ってくれて、で私結局行ったんですけど、性格も強いから誰に言われてもやるって決めたらやるからね、結局。そうけどこれを言ってくれて、でいろいろとね後押しもしてくれて、私が卒業した時にこの額に入れた名言みたいなのをくれたんですよ。それがジョーダンだったかな、ジョーダンの名言だったかな、まだ私置いてるんですよ。こっちにね、シドニーに引っ越す時に絶対大切なものだと思って持ってきたんですよ。でそれもくれたし、ずっと私の頭の片隅にはそのコーチの導きのおかげで今の私もあると思ってますね。だからそのねコーチから連絡あってめっちゃ嬉しいと思って、いやありがとうってありがとうこの元気をって思って。そうでもね、すっごい長い、もうコーチの話になってるよねこれコーチの話になってる。S さんありがとうございますびっくりしました。書いてるんですけど、600人も応募したんですって、これに。で600人応募して、これスコーラシップコースって言って国がやってくれているコースなんですよ。でこのコースは短期コースで 2,3 ヶ月なんですけれども、まず最初に書類審査とか、ちょっとしたねビデオテストっていうか、軽い質問をビデオで言われるんですよね。例えば What's your favorite day of the week? とか、あと何だったかな、なんか忘れたな。でもそんな感じ。好きなフルーツは何ですかみたいな、もう本当に何曜日が好きですかとか、そういうシンプルな質問なんですけれども、それを英語と日本語で答えないといけないんですよね。でその後に過去の英検とか TOEIC とか TOEFL とか、そういう English Efficiency Test っていうのの結果とかスコアのヒストリーがあれば、それを送ってで選ばれるってことなんですけれども、600人ね受けたんですって。でその中で170人に絞られて、170人の皆さんが今回は受かりましたってことで、170人、それで50カ国語、すごいですよね。でもなんか楽しかった。なんか今のこの2時間、あんちゃんとありちゃんのママじゃなくなった気がしたね。あんちゃんとありちゃんのママじゃなくて勇気だった気がする何それって感じでしょ。でもね、なんかさ、子供が生まれると何々ちゃんのママになるじゃない、絶対に。だから若い時に戻った感じはしますよねでもね、めっちゃ楽しかったです。でとにかく週5で勉強はしないといけないんですけれども、週5のうちの2日だけがパソコン開いて、で自分のペースで勉強しましょうってことなんですよね。で最後に1回だけナーチのテストを負担してくれるんですよ、国が。で1回で受かればいいんですよね。けど1回で受からなければ自分でまたお金出して受けないといけないんですけれども、どうだろう、私勉強苦手なのよ。でも自分がやりたいって思ったら全力を注げるんですけれども、でも勉強は苦手な方なんですよね。だからどうなるかな。でも私がやりたいって思ってたことなので、ちょっと楽しもうかなって思います。170人いるズームミーティングの中でカメラをオンにしてる人って少数人なわけよ。多分20人とか30人ぐらいだけだったかな。で他はもうブラックにしてて名前だけみたいな。でそのホスティングしてくれてた先生たちが一応顔が見せれるなら顔を見せてください、見せてくれれば
アテンダンスちゃんとここにいるんだなっていうことが分かりますみたいな。でたまにピッてオンにして、クッキングしてるなり他のことしてるなり自分じゃない誰かにアテンドしてもらったりっていうのがあるから、それを防ぐためにもたまにカメラオンしてくださいとか言いますのでみたいなこと言ってて、でも私やる気満々やる気満々だからずっとこれずっとこれとかさもうさやる気満々で嬉しいし、しかも私こっちのねパティシエになるためにパティシエのクラスを取ってプラスホスピタリティマネジメントを学んだんですよ。でその時もだいたい私はクラスの中の前列でいつもいる派だったんですよ。だから結構ね真面目に打ち込むタイプ、勉強には。勉強はできないけれどもだからすごいね楽しかったけど、ずっとへーって思って聞いてた、素直でもさなんかさちょっと恥ずかしいと思ったよね。170人の中で2、30人しかカメラオンにしてなくて、誰かの顔をまじまじと見てる人もいるわけじゃない。なんかこうやってやんなきゃなとか思ってとかって言ってたけど、てかさなんかいろんな人いるよね。そんな感じですかね。てか多分めっちゃテンション上がってめっちゃ喋ってるけど、こんな喋ってる場合じゃない。今からご飯炊いて夜ご飯してさっとね児童クラブに行ってるあんちゃんを迎えに行ってありちゃんも迎えに行って帰ってきてご飯食べてお風呂して寝かしつけしてってやらないといけないことがたくさんあるよね。だからそんな感じで今日の一日も頑張っていこうかなって思います。そんな感じの一日でしたってな感じで、今日も皆さんお疲れ様です。一緒にみんなで世界のどこかで頑張っていきましょうってな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はーいって感じで、また次の動画でお会いしましょうって言ったんですけれど、ちょっとねいいご飯を作ったなと思ったのでちょっと紹介します。っていうのが何作ろうって思って本当に残り物しかなくて、あれかな、チキン切って鶏肉と生姜とニンニクと玉ねぎを炒めて、その後にお水入れて鶏肉のね生姜スープみたいなのを作ろうと思って、今日めっちゃ暑いのよ。嘘、全然暑くない、めっちゃ寒いそうめっちゃ寒いからね。そう今日ちょっとめっちゃ寒いからこんな感じです。でこの中に鶏肉と玉ねぎを炒めて、で生姜とニンニクを入れてね、でその後にお水入れて人参を入れて、で生姜スープって感じでやろうかなって思って、でこれを今作ってるでしょ。バイバイって言ってから15分ぐらい経ったんですけれども、これ作って、で今日は後から白菜をね入れるんですけれども、白菜たっぷり切ったから、そうこの白菜を入れてね、でいい感じにこの中にぶち込んで、で作って、で帰ってくる頃には白菜もねトロトロになって子供たちも食べやすいぐらいになってるかなと思ってって言ってたら、サンティが今日は居残ってちょっと仕事してくるよって言ってたので遅れるって感じで、だから家帰ったらさっと食べてさっとお風呂入ろうっていう計画ですってな感じで、ここからちょっと作っていきます。でね、このめっちゃカラフルなエプロン私作ったのあんちゃんがねちっちゃい頃にドーナツがめっちゃ好きだったのよって言いながらちょっとアクを取って、そうドーナツが大好きだったからねちょっとこれを作りました。でねここちょっとねめっちゃ長いんだよね。これめっちゃ長いけどねいいの、別に切れてるから。でちょっとアクを取って、そうでアクを取って今
で今からちょっと白菜を入れます。うわ、入れすぎたよね。入れすぎたよね、白菜。確実にこんなやばくない？だってスープこれぐらいなのに白菜これぐらいだからね。まあね、ちょっとね柔らかくなるよね、この後。まあそんな感じよ。いや、どうしよう、早く迎えに行ってあげないとね。なんかかわいそうだよね。そんな感じで、まあね、初めてかな、あんちゃんがキンディ始まって午後児童クラブに送ったので、ちょっとフリータイムって感じですね。でもフリータイムって言ってもなんかちょっと罪悪感なんですよね。送ったはいいけど、なんか早く迎えに行ってあげないとかわいそうかなって思ったり、暗くなるのも早いし冬だから、そんな感じでこの汚いキッチンで、全然片付けてないキッチンでやってますけれども、まあそんな感じです。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。